はい。ではね、書いてみましょうね。まずね、今日は平筆でね、大きく書きます。今日の絵は朝霧の漂うね、湖です。ですので、やっぱりこのくらいたっぷりしたね、絵の具が必要ですね。さあ、朝霧が動いてますよ。どうでしょう。ちょっとこうね、筆使いも工夫してみたいところですね。そしてこれが湖です。はい。こんな感じですね。これが少し紙の白を残すように心がけて塗っていきます。今日の朝霧が漂うこの湖はね、長野県の女神湖という湖です。ではこの湖のね、向こう岸対岸の風景を描きましょうね。さあウェットで柔らかくです。さあ絵の具を取ってね、湖面に漂う朝霧を表現します。こんな風に少し動きをつけてもいいですね。さらに遠くのね、山のシルエットを少し単純化して描きましょうね。またここに絵の具を取って朝霧を表現します。でそうしたらね、また時のところどこ暗い色を加えます。これはところどころですね。さあどうでしょう。ぼんやりと朝霧がね、そこに浮かび上がる向こう岸の風景が見えてきましたので、今度はこっち岸のね風景を描きましょう。もう秋もねすっかり終わりに近づいて、紅葉なんですけども、あんまり鮮やかな赤や黄色でなくって、このようなねもう枯葉色も加わった岸辺ですね。でもこのね紅葉した木々が見えるためには当然このような暗い色が必要ですね。さあね、紙が乾かないうちに次々と色を置いて自然に混色するように表現していきます。あまりこう一つ一つのね木にとらわれることなくて、やっぱりテーマは湖面を漂う朝霧ですね。あくまでもそれを大切に頭に置きながら今木の表現をしています。さあだんだんどうでしょうかね。こちらの手前の岸辺の大きなシルエットが見えてきましたね。ね、ちょっとこう色を変化させていくんですけども、でも決して細かく描かないように、これが大切ですね。水の効果ね、だから濡れてるうちにねどんどん描いていくと、もう透明水彩ならではのね素敵な表現ができるんですね。さあね、またいつもの通りちょっとこう引っかいてね楽しんでます。はい、このくらいかな。主なものが描けたなと思ったら、もう他はねで省略気味に表現していきます。さあこの米にね
朝霧がね、こうやってほらほら、ぼーっとね、こういう感じなんですね。さあ、大きくですね。大きくにじませながら、こう少しね、水辺をかくんですけども、かきすぎないようにね、ウェットですね。さあ、色が混ざってきましたよ。ねえ、またこんなことしてます。さあ、どうだろうか。そしたらここね、少しこう水面がね、ちょっと動いてるって雰囲気ですね。そうしたら、また絵の具を取って朝霧を表現します。もう少しクールカラーもいいかな。またこうやってスーッと取りながらね、それからこういうところのアウトラインですね。少しソフトにして、ここも霧が漂ってる雰囲気です。さあ、画面は乾きましたのでね、今度は水面の中にね、まだ立っているこのね、立ち枯れた木を描きます。こんな感じですね。ここはね、人の手によって作られた、せき止められた、せき止め湖ですね。ですので、もともとここには木が生えていて、今もこの水の中にね、その当時の木がこうして見ることができます。とても幻想的な雰囲気ですよね。さあ、シュシュシュっと描きましょう。どうでしょうか。ね。はい。さあ、木が立ちましたよ。はい。では、ちょっとね、どうなったかな。さあ、はい。出来上がりです。はい。描き上がりましたよ。日本のね、美しい風景を描くシリーズの中から、今回は長野県にあるね、女神湖をね、モチーフとして描いてみました。女神湖ってどこなんですかってご質問が出そうですね。柴崎も最初知らなかったんですけども、この今もね、湖の中にこうほら、木が立ってるでしょ？ということは、元はここは木が生えている場所だったんですね。そこにね、農業用水として水を溜めて湖となった。まだまだ新しい湖ですね。はい。今回ね、こう朝霧がこう、湖面を漂う、そういう雰囲気ね、で描いてみたんですけども、どうでしょう。ね、あなたに楽しんでいただけたら、小崎もとっても嬉しいです。はい。またこんな風にね、いろいろと、こう見えたいかな。いろいろとね、県の、風景ね、取り上げていきますので、よろしくお願いします。柴崎は、メンバーシップをね、やっております。メンバーシップね、もういろいろ特典ご用意してあります。例えば、柴崎のね、作品をね、メンバーの方にデータとしてお送りして、それをね、このようにね、こうお家に飾っていただいたりもしています。ご興味ありましたらね、ちょっと、紹介欄からね、覗いてみてください。はい。
今回はね、長野県の女神湖でしたよ。はい。長い間ね、ご覧くださって本当にありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。それではまたね。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。